東方ロストワード3.5周年まであと少しということで、今回は歴代のアニバーサリーキャラクターを振り返っていこうと思うぜ。ロスワの歴史も振り返れるし、どんなキャラがアニバーサリーを務めたのか気になるのでよろしくお願いしますよ。まずはじめに紹介するのはロスワ0.5周年ハーフアニバーサリーを務めた、高魔の魔女、霧雨マリサだぜ。2020年10月30日開催のハーフアニバーサリー記念望郷の紅色巨星超フェスで初登場したキャラクターです。ロスワ初の二次創作キャラクターでもありますよ。というか東方プロジェクト公認ゲームで二次創作オリジナルキャラがプレイアブルキャラになったこと自体初なのではと思われるぜ。それだけロスワが東方プロジェクトの二次創作を作り上げてきた神ゲーだということがわかりますよ。今や量産化された超フェスゲンの始祖となる、最も古い超フェス限定キャラクターなんだけど、今でもイベントでも最前線で戦える性能を持っているぜ。簡単にキャラについて解説すると、ストーリー第2章コウマ島に登場する人物、ロストワード異変によって名前を失っていて、魔女の本当の名前を探し出すことが今章の目的。コウマの魔女、霧雨マリサが登場した当時の反応としては、コウムの魔女来るの？マジで？コウムの魔女とても好きだからすごく嬉しい。マリサも大人になってるけどホーク君も成長しててさ、クールさましながらも性格も成長。でも勢いはそのままって感じがして大好き。確かにストーリー中に登場していて、まだその頃はストーリーから足キャラが登場するというシステムがわからなかったから驚きが強いですよね。性能としては今となってはさすがに古いキャラなんだが、それでも場所によっては最前線で戦える力はあるキャラクター。なので、この時点からすれば1年2年は先の性能はしていますよね。最大のポイントはスペルカード1と2どちらも全体攻撃&全バレットが属性弾であるという点で、これが多種多様な場面で役立つ力となっているな。コウマ島迫力ス大の高難易度イベント群では特に強みが最も発揮できて、結界異常を巻きながら昔ながらの弱点属性をついて敵の結界をブレイクすることができますよ。ただ一人で状態結界を巻いてブレイクはできないっていうのは初期らしいデメリットでもあるな。かつては優香なんかと並んで3ウェーブ戦で重宝すると言われてきて、この2人をセットで使えば超えられない3ウェーブ戦はないと言われていたんだ。この時点では全体攻撃ならこの2人の2強って感じだったんだ。今はリプレイ王と導入で差別化点としてはかなり落ち着いてしまったところもありますがね。あと彼女の裏事情として2021年5月に1周年記念としてまさかの復刻、直前に行われていた超フェスから連続で開催されたため、決勝をそれに費やしてしまった多くのプレイヤーを絶望させたんだ。さらにその後、11月に 1.5 周年記念として2度目の復刻、しかしまたもや、直前に行われた超フェスから連続で開催されたんだ。さらに3度目の復刻として2022年4月26日にはステップアップ付きのお祈りが登場し、神を下ろす祈祷師のエピック限定お祈りが開催される直前の開催となっているんだ。ちなみに今年も3周年前に復刻されていました。このように妙なタイミングで登場するから結構プレイヤーに厳しめなキャラクターなんだ。また最近はそんなマリサを見習った中にこじらせちゃったキャラたちも出ているぜ。この赤マリサはゲーム内でもゲーム外でも影響を与えたんだ。ぜひ次回破砕へまで出会えることに期待しています。サブリで初のハーフアニバーサリーが終わり、その半年後の記念すべき1周年キャラクターの花を飾ったのが、小さな亡霊種裁量寺ゆゆ子。おお、記念すべき1周年キャラはまさかのゆゆ子。2021年4月30日開催の不死身の幼女象徴フェスで登場したキャラクターだぜ。確か、初の記念すべき1周年なので3つの目玉の超フェスが開催されましたよね。そう、初登場となる超フェスキャラ小さな亡霊種裁量寺ゆゆ子が4月30日から5月7日、ハーフアニバーサリー超フェスキャラコウムの魔女霧雨マリサの初復刻が5月7日から5月14日、年末年始超フェスキャラ有限の牽制コンパクヨウムの初復刻が5月31日から6月7日、現存する全ての超フェスキャラの入手チャンスがあったんだぜ。さらにその他、新キャラのガチャはスミレコとレチ、他にもフェス限1人確定ガチャ有利&モン PU ガチャなどが開催されました。まさかの超フェス3発、新キャラフェス4発、その他もろもろのガチャもあり、1周年だけあって過去に類を見ない怒涛のガチャラッシュだったんだ。ちびゆゆ子は1周年記念の超フェスにて復刻されたコウムの魔女、有限の牽制ともども性能は非常に強力。ただし、今回の超フェスは天下田代が配布されず、ラスワを解放するには課金及びゆゆ子を5枚引き当てるという供養を強いられることになり、超フェス限に漏れず育成難易度が鬼だったんだ。そして記念すべき1周年を担当したこの小さいゆゆ子についてなんだが、有限の牽制コンパクヨウムと同様、別世界のゆゆ子とされていて、東方ロストワードで初めて色違い以外のオリジナルキャラクターなんだぜ。プレイヤーからの通称はロリゆゆ子ちびゆゆ子。小さいながら火力も非常に高く、周回に向いているし、超フェスなので今なら育てやすいキャラクター。味方の速力アップが行えれるので今ならレリックマリサなんかと組ませるといいですね。ちびゆゆ子は見た目可愛いし、料理も得意でとても魅力的なキャラクターだったな。ロリカキャラってとてもいい発想なので、また他のキャラも出してみてほしいですよ。もちろんロリカかなこ様でお願いします。御柱がお箸になってそう。
さてさて、気になる 1.5 周年記念超フェスなんだが、その第1弾として、恩和と経験の平和縁渡月より姫が10月30日から登場。まさかのよっちゃんが記念キャラに、1.5 周年記念 CP の目玉を飾った超フェス限定キャラクターで、攻撃性能に特化した王道の強さを持っているキャラクターだぞ。今や笑い話と言えるぐらいのことなんだが、原作より姫は真面目すぎたために原作にてずっと強キャラだと思っていたレミリアやレイムたちをあっさり倒してしまい、かわいそうな運命をたどってしまった。しかしそんな経緯があったもののここで汚名返上。ロスワさんあまりにもいたたまれなくなったと見た。高火力で命中率も過剰な通常スペル、味方を大きくパワーアップさせるサポート性能とを持ち合わせた、トップクラスに優秀な超フェス限定キャラクターなんだぜ。心霊飛雷神は攻撃前効果で帯電を付与できるので、相手の弱点を気にせず結界を2枚ブレイクできるんだ。自己ブレイクができるってだけでもいろんなコンテンツに連れて行けますよ。このように記念キャラらしい高水準な性能で、このロスはオリジナルより姫のおかげで強いから好きという方が出てきて、人気を獲得。嫌いと言われていたより姫なんだが、今や登場の回数が超少ないのにもかかわらず90位台に留まっているんだぜ。中央円組参戦で爆下がりしたキャラがいるのにちゃんとまだ2桁台を貫くのはすごい。さすがはかなこ様のご兄弟です。ちなみにこの頃に最近行われたレリックかぐやの楽曲である歳月夜が登場したんだ。ほえー、今振り返ると結構前からあったんですね。豊姫も役もゆかりをひざまずかせた経緯でちょっとあれだったんだが、L1 は初代最強で 1.5 周年第2弾の目玉である、抱負と平等の潤沢縁渡月豊姫は禁止解除を持っていたりと有能キャラなことから人気を獲得できているな。まさか嫌われていた姉妹がこのロスワの記念キャラとして活躍して、汚名返上できたとは感動的ですね。そして時は流れ2022年4月30日の2周年アニバーサリー。ついに新たな形式としてエピックが採用。その最初のエピックキャラクターとして花を飾ったのが、神を脅す不闘士、白霊レイム。おお、ここで青レイム来た。今やロスワの顔と言えるほどのキャラクターとなったキャラクター。その理由はもちろんインフレが続くこの時代でも未だにトップクラスのキャラパワーがあるほどの強さ。その実力のほどは全キャラダントツでゲームナンバー1キャラクターでしたよね。最強のアタッカーだった非風フランを2倍ほども凌駕する究極のラストワード。最強のゴリ押しブレイカーだったコウマ強パチュリーケーキをも凌駕するブレイク性能。最強の3ウェーブ適性を持っていた非風フランやヘカーティアを凌駕する継戦能力。2022年4月以前のゲーム最高水準をさらに大きく更新する強さを多数持ち合わせているんだぜ。このように一人で何でもこなせれるから、この子さえ持っていればどこでも行けると言っていいほどだったんだ。驚異の火力を持った非風フランの登場でこの1年はこの子の時代かと思っていたら、一瞬で吹き飛ばしましたもんね。さらにこの青レイムが有名になった理由としてはガチャ天井がなかったこと。ちなみに天意とは、ある一定までガチャを引けば確定でくれるシステムですよ。2023年の新年からエピックにもガチャの天井が追加されましたが、まだ初期は実装していなかったんですよね。もともとキャラクターさえも当たりにくいこのロスワで天井がないというのはかなりきつく、少々荒れるきっかけになってしまったんだ。運が悪ければいつまで経っても手に入らない泥沼のようなガチャですからね。さらに、入手難易度が圧倒的に高いのに育成には入手困難な新アイテムカンナギ形式が必要で育成難易度も圧倒的に高い。完全にプレイヤーのお賽銭を絞りに来てます。青レイムを4突するためにはこの泥沼ガチャで5体当てる必要がある。さすがにそれは厳しいということで、青レイム F1 不片白パックを買う必要があるんだ。ちなみにパックの価格の方は、不片白パックを1つ1万円です。ルナティックタイム。まあそんなこんなで色々と嵐のように登場したんだ。これはロスワ市に残る伝説のキャラクターです。そして夏も過ぎてかなり冷えてきた 2.5 周年。おっと、みんな大好き水着エピックキャラの実装。その初の登場を飾ったのが水着衣装を着た楽園の勇敢な巫女白霊レイム&バカンスの魔法使い霧雨マリサのエピックガチャが登場。季節外れの水着キャラ来た。今までロスワはチビキャラを除けばかっこいいキャラクターたちが上位に占めていたんだが、ここで水着キャラを展開することで、可愛い系のキャラも競争させることに。バランスを取るためにね。その前から水着キャラは登場させていたんだが、ついにアニバーサリーでも水着レミマリを参戦。あと今まで記念キャラは1体ずつ出すのが一般的だったけど、ここからは2体ずつ出すことが多くなったよな。どっちを引くかで持ちきりでしたね。この2人は超短時間再使用ターン数のスキルを使って戦うのが売りですよ。ちなみにこの時はレリックモコウや超フェス稲葉テイとモコウが登場予定で、しっかり皆さんのお賽銭を回収しに来ていたな。しっかりなくなりました。この2人に対するコメントとしては、マリサめちゃくちゃ可愛いしラスワのカットインも可愛いし亀に乗るの旧作再現。だし色々神。声が好きだし、BGM も可愛い夏を感じるなあと誰だお前。が好きです。レイムもめっちゃ可愛いラスワの表情めっちゃ好き陽気な感じレイムに合ってて好きだわ。エピックじゃなかったらちゃんと一緒にお迎えしたのにな白目。可愛さに全振りしたレイムみたいな感じだな遊び尽くしてるみたいやな。といったようにかなり好評だったんだ。そのためかエピックキャラの7割は水着キャラですしね。このことからわかるロスワのエピックとは、
ビッグなんでしょ。そしてラストに紹介するのは2023年4月30日開催の3周年キャラクター。3周年キャラクターは誰が出るのか全然予想がつかなかったんだ。候補としては黒マリサや謎のスカーレット姉妹がいたな。前回の最強すぎる最強キャラの青レイムのこともあるので期待しかありませんでしたよ。先ほどの候補を飛び越えてまさかの登場したのが、水着レミリア&フランドール。おお。水着スカーレット姉妹可愛い。まさかのサプライズという形でストーリーに出てこなかったキャラを参戦。しかも記念すべき東方ロストワード3周年記念を飾るキャラ。しかも新要素強さランク2を引っ提げての登場となったんだ。レミリアに関しては前情報の段階だと今までの防御式キャラが不遇すぎて防御式って弱いんじゃないのという雰囲気でもあったんだが、蓋を開けてみると自身への陰行バフ2付与、味方全体への陰謀バフ2の付与が行えパワフルな性能を持ち、特にブレイクについては史上最強とも言える水準なんだ。フランドールも妨害式らしい高品質なデバフを持っていて、無条件での 1T7 枚ブレイクという究極のブレイク性能を持ち、チーム全体の火力を引き上げる要素を多数持っている優秀なキャラクターだったんだ。可愛いのに強いって素晴らしいです。ちなみに裏情報として、レミリアと同じようにフランドールは火の光に弱いと思ってロスワさんはフランにめちゃくちゃ日焼け対策をさせているんだけど、最近原作でフランドールは日光に当たってもさほどダメージがないことが判明して、このフランドールの設定がお釈迦になってるんだ。これが二次創作と原作で生まれる境界です。ともかく、性格もかなり二次創作らしい今時このような性格で可愛らしいキャラなことから注目を集めている中、実はこのガチャを超える究極の神ガチャが2つも用意されていたんだ。なになに？一体何なの？それがこちら、日帰りレリック&エクックガチャだぜ。おお、あの歴戦のキャラがゲットできるチャンス。さらにこれはただの復刻ではない。日替わり PU された1人以外の5人は PU 外からも排出されないので当てたいキャラが狙いやすい。しかもガチャとしては同じ区分だから、交換ポイントが引き継がれるんだ。つまりどういうこと？例えば日替わりレリックでサトリとカナコが欲しかったとしよう。しかし250連でサトリはゲットできたけど、残りの150連でカナコ様はゲットできなかった。悲しいです。でもポイントは引き継がれる上に、交換ポイントを400貯めると6人内の好きなキャラと交換ができるので天井でカナコ様がゲットできるんだよ。おお、そうか、天井まで引けはほぼ確実に最強キャラが2体はゲットできる神ガチャってことね。そう、しかもこれはほぼ最低限の話で運が少し良ければ3体以上ゲット可能。例えば日替わりエクックの水着ゆかりを狙ったら230連で引けて、残りの170連で白小石を狙ったら140連で引けた。とりあえず残り30連足して天井を叩いて水着マリサを交換したなんてケースもあるわけなんだ。いやエグすぎやろ。そう、なので私のところではこのスカーレット姉妹を引くより貯めてこっちを引くように促していたんだ。しっかり準備をしていた人にとってはあまりにもうまなガチャと言えるでしょうしね。実際このスカーレット姉妹よりも強いキャラが狙えたしね。なのでおそらく 3.5 周年でも神ガチャの日替わりレリック、エクックが登場するのではと思われるので、その時はもしかしたらこっちを引くべき場合もあるから頭に入れておくといいぜ。東方ロストワードの歴史を振り返ってみると、いろんな魅力的なキャラやキャンペーンがあって面白かったですよ。今回は一体どんなキャラが出てくるのか？どんな面白いキャンペーンをやってくれるのか楽しみだな。もうすぐ新たな東方アプリゲーム幻想エクリプスも控えているから力入れてきそうですよ。さて今回の授業はここまで。視聴者さんが 3.5 周年で出してほしいキャラがいたら教えてくださいね。またもうすぐリリースされる幻想エクリプスの情報も解説しているからよければこっちでもゆっくりしていってね。それではここまでご視聴ありがとうございました。